は香味野菜の冷ややっこを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は香味野菜の冷ややっこを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節に食べたくなる冷ややっこをご紹介していきます。今回冷ややっこの上に香味野菜をたっぷり乗せて、そして漬けだれは2種類、さっぱりポン酢味とあとはピリ辛味、こちらをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお豆腐と香味野菜の材料をご紹介します。材料はこちらです。お豆腐、大葉、小ネギ、長ネギ、玉ねぎ、みょうが、生姜、香味野菜はこちらの材料で作っていきます。結構ね、今回はたっぷり入れていきたいと思います。もし苦手なものがある場合はそちらは抜いていただいても OK です。そしてお豆腐に関しましてはこちら絹豆腐、木綿豆腐どちらでも OK です。お好みのお豆腐を使ってください。それでは続いてさっぱりポン酢だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酢、レモン汁、お砂糖、ごま油、白ごま、こちらの材料で作っていきます。お砂糖に関しましてはこちらお好みのお砂糖を使っていただいて OK です。お酢に関しましても穀物酢を使っていきます。こちらはお好みで米酢でも大丈夫です。では続いてピリ辛だれの材料をご紹介します。材料はこちらです。味噌、豆板醤、お砂糖、みりん、だしの素、お水、ごま油、白ごま、ピリ辛だれはこちらの材料で作っていきます。使う味噌に関しましては今回合わせ味噌を使っていきます。こちらはお好みの味噌を使っていただいて OK です。そしてだしの素はですね、かつおだしを使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにタレを2種類作っていきます。まずはじめにさっぱりポン酢だれから作ります。まずお酢、そしてお醤油、レモン汁、そしてお砂糖。まずこちらを混ぜ合わせます。お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい。で、シャリという感じがなくなったらここにごま油、そして白ごまを加えます。そして混ぜましょう。はい、さっぱりポン酢だれはこれで完成です。では続いてピリ辛だれを作っていきます。まずね、耐熱のボウルにお水、そしてみりん、あとはお砂糖、そしてだしの素を加えます。これをまず混ぜましょう。軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてお砂糖とあとはだしの素をしっかり溶かしてください。はい、 OK です。そしたらここにお味噌、あとは豆板醤、まずこの2つを入れてしっかりと溶かしましょう。味噌のダマがなくなるまでしっかり混ぜてください。そしたら最後ここにごま油、そして白ごまを加えます。これを混ぜましょう。ピリ辛だれはこれで完成です。ではこちらのタレはですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。こちらのピリ辛だれはまだ少し熱いので粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やしてください。では続いて香味野菜を切っていきます。はじめにネギをみじん切りにします。このみじん切りのやり方はやりやすい方法で OK です。このようにね、縦に切れ込みを入れて、あとは揃えて切っていただくと簡単にみじん切りにできます。はい、長ネギのみじん切りはこれで OK です。続いて小ネギです。小ネギはですね、まず根元を切り落とします。そして切りやすいように半分に切ります。そして切り口を揃えて輪切りにしていきます。はい、小ネギの準備はこれで OK です。続いて大葉です。大葉はですね、水洗いをしてしっかりと水分を拭き取ってください。そしたら茎の部分を揃えて茎を切り落とします。そしてくるくるくるっと丸めてまず半分に切ります。そして切り口を合わせてあとは千切りにしていきます。あとはね、パラパラっとパラつかせておきましょう。大葉の準備はこれで OK です。では続いて生姜です。生姜はですね、このぐらいなので今回は皮付きのまま使っていきます。皮が気になる場合は皮はこそぎ取ってから使ってください。ではこちらを薄切りにしていきます。手を切らないように注意してください。はい、そして生姜も千切りにしていきます。はい、生姜はこのように千切りにしてください。続いてみょうがです。みょうがはですね、まず根の部分を少し切り落とします。そして半分に切りましょう。あとはね、薄く斜め切りにしていきます。
はい、みょうがはこのように薄く切りましょう。続いて玉ねぎです。玉ねぎはこの芯の部分を切り落とします。そして繊維に沿って薄切りにしていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。そしたらですね、こちらの玉ねぎと、あとはみょうが、そして生姜をボウルに入れます。そしてこの中に水を入れてください。そしてこのまま5分ほど水にさらします。そうすることでえぐみとか、あとはアクを抜くことができます。あと玉ねぎに関しましては辛みも一緒に抜いていきます。さらにですね、このように浸していただくとシャキシャキっとした食感を楽しめます。ではこのまま5分浸します。5分経ちました。そしたら水切りします。はい、このように水切りしてください。あとはですね、キッチンペーパーで水を拭き取ります。はい、OK です。あんまりね、強く握ってしまうとシャキッとした感じがなくなってしまいますので、優しくしっかり水分を拭き取ってください。ではね、こちらの香味野菜仕上げていきます。ここに大葉、あとは長ネギ。でね、長ネギの辛みも気になるときは長ネギも一緒に水にさらしてください。そしてあとは小ネギですね。こちらを全部ね、和えましょう。はい、香味野菜の準備はこれで OK です。それではね、あとはお豆腐に盛って仕上げたいと思います。それでは最後お豆腐に盛ります。お豆腐に盛るときはお豆腐の水分をしっかりと拭き取ってください。ここに香味野菜をたっぷりのせましょう。そしてあとはお好みのタレをかけて召し上がってください。はい、これでたっぷり香味野菜の冷ややっこの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらの冷ややっこがさっぱりポン酢だれです。そしてこちらがピリ辛だれです。薬味もたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずさっぱりポン酢からいただきます。では、いただきます。もう香味野菜の香りが口に広がってすっごく美味しいです。そしてね、この手作りポン酢がまたすっごく合いますね。結構ね、生姜の千切りがパンチを効かせてますね。では続いてピリ辛味もいただきます。いただきます。美味しい。大葉の香りが引き立ちますね。こっちのね、ピリ辛味はすごく食べ応えがあります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の香味野菜の冷ややっこのポイントです。まず香味野菜なんですけれども、今回はですね、大葉、みょうが、生姜、あとは玉ねぎ、小ネギ、そして長ネギを加えました。結構ね、たくさん加えたんですけれども、こちらの香味野菜の種類とか、あとは量はお好みで変えていただいて OK です。そしてですね、玉ねぎと生姜とみょうが、この3つはですね、水にさらすようにしてください。そうすることでお野菜のアクや、あとはね、玉ねぎとかの辛みも抜くことができます。さらに水に浸していただくことでシャキシャキっとした食感を楽しむことができます。そして浸しておいた香味野菜の水切りをする時なんですけれども、水切りをした後にキッチンペーパーで水分をしっかり拭き取ってください。なんですけれども、ここで思いっきりギューッと絞ったりしてしまうとシャキシャキっとした食感を軽減してしまいますので、優しく水分を拭き取るようにしてください。そしてお豆腐なんですけれども、お豆腐は香味野菜をのせる前にキッチンペーパーでしっかりと水分を拭き取ってから香味野菜をのせるようにしてください。お豆腐の種類に関しましてはお好みのものにかけて召し上がっていただけたらと思います。今回はですね、さっぱりポン酢味とあとはピリ辛味、この2種類のタレをご紹介しました。ポン酢の方はとてもさっぱりとしていて、そしてピリ辛味はですね、結構ガツンとくる味なのでとても食べ応えがあります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は香味野菜の冷ややっこを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。